政学リスクの高まりで、わずか24時間の間に暗号資産市場から6億8500万ドルが消えました。さらに、イーサリアムは1日で 10% 以上も下落しています。おはようございます。桜井です。今日の動画では、2025年6月22日から23日にかけて報道された暗号資産に関する重要なニュースを投資家目線でわかりやすく解説していきます。ただの価格情報だけではなく、背景にある要因や今後の注目ポイントも踏まえてしっかりとお伝えしていきます。特に今回はビットコインやイーサリアムの急落に加えて ETF からの資金流出、そして新たに注目されているプロジェクトまで幅広い動きが見られました。初心者の方でも理解できるように専門用語は丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず、今回の動画では暗号資産に投資している方が今知っておくべき重要なトピックを3つに絞ってお届けします。1つ目はビットコインやイーサリアムなど主要通貨が下落した背景について、ただの価格変動ではなく、その裏側にある地政学的リスクや市場心理の変化に注目します。二つ目は、イーサリアム ETF からの大規模な資金流出について、これは単なる数字の話ではなく、機関投資家がどう動いているのか、今後の市場にどんな影響があるのかという点で見逃せません。そして三つ目は、今注目されている新しいプロジェクトソラクシーについて、プレセールで大きな資金を集めている背景や、投資家がなぜこのプロジェクトに注目しているのか、こちらについて解説をしていきます。それでは最初のトピックから見ていきましょう。まず最初のトピックは市場全体の急落です。6月22日から23日にかけてアメリカ軍によるイランの核施設への空爆が報じられ、暗号資産市場では強いリスクオフの動きが広がりました。この影響で24時間以内に約17万2000人のトレーダーがポジションを清算され、その総額は6億8500万ドルに達したと報道されています。特にビットコインは10万1821ドルまで下落し、イーサリアムは 10.58% の急落で2249ドル付近まで下落しました。主要なアルトコイン、例えば XRP や SOL、同時なども同様に下落しており、市場全体が一時的に冷え込んだことがわかります。次に取り上げるのは、イーサリアム ETF からの資金流出です。アメリカではイーサリアム現物 ETF からの資金流出が加速していて、過去24時間では5月中旬以来最大となる1100万ドル以上の資金が引き上げられました。中でもブラックロックが運用するイーサ A ファンドからは1970万ドルが流出したと報じられています。一方でビットコイン ETF には資金が引き続き流入していて、5営業日連続で最高額を更新、累計で466億ドルに達しているという報道もあります。このように ETF 市場の動きにも通貨ごとの温度差が見えてきています。そして3つ目は新興プロジェクトソラクシーの話題です。ソラクシーはソラナをベースにしたレイヤー2ソリューションとして注目を集めていて、現在プレセールで5600万ドル以上を調達しています。このプロジェクトは高速かつ失敗ゼロのトランザクションを目指していて、投資家の間では今の相場だからこそ新規銘柄に資金を逃すべきだという動きの一例として挙げられています。市場全体が不安定な中でも将来性を評価されて資金が流れ込んでいるということがわかります。では、ここからは今お伝えした3つのトピックについて少し掘り下げて考えていきたいと思います。まず、今回の急落の引き金となった地政学リスクですが、これは一時的な感情的な売りにつながりやすく、マーケット全体に波及します。実際に6億8500万ドルという大規模な生産が発生したということは、それだけ多くのトレーダーが急激な値動きに巻き込まれたということを意味しています。こうした地政学リスクは予測が難しい一方で、リスク管理の重要性を改めて認識させられる出来事でもあります。次にイーサリアム ETF からの資金流出ですが、これは単純に価格が下がったから資金が逃げたという話ではありません。ETF っていうのは機関投資家が大口で取引をするための入り口の一つです。その ETF から資金が抜けるということは短期的にはイーサリアムへの期待感が少し
後退しているとも受け取れます。一方で、ビットコインの ETF には資金が引き続き流入していることから、投資家がより安全性を重視して動いているとも言えるでしょう。そしてソラクシーに関しては、今のようにマーケット全体が不安定な時こそ、将来性のあるプロジェクトに資金を移そうという投資家心理が働いているようにも見えます。実際プレセールで5600万ドル以上が集まっているというのは決して小さな規模ではありません。ソラナベースのレイヤー2という技術的な視点に加えて、こうした資金の流れを見ると、マーケットの一部ではしっかりと次のチャンスを探している人たちがいるということがわかります。では、これらを踏まえて私たちはどう行動するべきなのか、次のセクションでは投資家として押さえておきたいポイントをお伝えしていきます。はい。では今回のように市場が急落した時に大切なのは、慌てて売買を繰り返すのではなく、まずは状況を冷静に整理するということになります。価格が下がったという事実だけで反応してしまうと大きな損失につながる可能性があります。例えばビットコインやイーサリアムの価格の下落には地政学的なリスクや ETF からの資金移動といった背景があります。こうした要因を理解することで短期的な値動きに対してもより客観的に判断することができるようになります。また、新規プロジェクトへの資金流入が起きているという事実からは、すべての投資家が悲観しているわけではないということも見えてきます。プレセールや分散型のエコシステムに注目している層も存在するため、自分自身の投資スタンスが短期なのか中長期なのかを明確にすることが重要です。このような情報を日々追いかけながら、自分に合った判断軸を持つことが長く投資を続けるための土台になります。情報に流されず自分の軸を持って行動をしていきましょう。はい。ということで今回は2025年6月22日から23日にかけて報道された暗号資産市場の最新ニュースをお届けしました。地政学リスクによる急落、イーサリアム ETF からの資金流出、そしてソラクシーのような新興プロジェクトへの注目、市場が大きく揺れる中でも正しい情報をもとに冷静に判断をするということがこれからの投資にとっても重要なポイントだと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。ではお知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレート X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかなと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレート X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせをしてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には、価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。